幾年も経った後、小川未明。ある輝かしい日のことです。父親は子供の手を引きながら道を歩いていました。まだ昨日降った雨の水がところどころ地のくぼみに溜まっていました。その水の表にも日の光は美しく照らして輝いていました。子供はその水たまりを覗き込むように、その前に来ると歩みを止めて佇みました。坊や、そこは水たまりだよ。入ると足が汚れるから、こっちを歩くのだよ。と父親は言いました。子供はそんなことは耳に入らないように笑って足先で水の表を踏もうとしていました。足が汚れるよ。と父親は無理に柔らかな白い子供の腕を引っ張りました。すると子供はやっと父親の後についてきましたが、また二足三足歩くとまた立ち止まって、今度は頭の上に垂れ下がった木の枝を眺めて笑っていました。その木は何の木か知らなかったけれど、緑色の葉が茂っていました。そしてその緑色の葉の一つ一つは青玉のように美しく日に輝いていました。父親は子供が嬉しそうに木の葉の動くのを眺めて笑っている様子を見るにつけ、また水たまりを面白そうに覗き込んだ様子を思い出すにつけ、この世の中がどんなに子供の目には美しく見えるのだろうかと考えずにはいられませんでした。父親は子供の手を引いてゆるゆると道の上を歩いていきました。そして父親は自分もこんなように子供の自分があったのだということをふと心の中に思い出したのであります。やはり自分もこんなように歩いたのであろう。やはり自分の目にもこんなように映ったものは何でも美しく見えたことがあったのであろと父親は思ったのでありました。しかし、もう今となっては、そんな昔のことをすっかり忘れてしまいました。これは、一人この父親ばかりに限ったことではないでありましょう。みんな人間というものは、一度経験したことも、年を経つにつれて、だんだんと忘れてしまうものです。そして、もう一度それを知りたいと思っても、思い出すことができないのであります。う。はあ、どんな気持ちだろうか。もう一度自分もあんな子供の自分になってみたい。と、父親はしみじみと思いました。この父親は優しい、いい人でありました。無邪気な、世の中のいろいろなことは何も知らない、ただ何もかもが美しく、そしてみんな笑っているようにしか見えない子供の心持ちを本当に哀れに感じていました。それでありますから、できるだけ子供に優しく、そして親切にしてやろうと思いました。子供は二足三足歩くと、足元の小石を拾って、それを珍しそうに眺めていました。鳥が絵を探していると立ち止まって、とっととっとと言って、ぼんやりと眺めていました。また、子犬が遊んでいると、子供は立ち止まって、じっとそれを見守りました。ワンワンや、ワンワンや、と、可愛らしい、本当に心から優しい声を出して、小さな手を出して招くのでした。子供にとって木の葉も草も小石も鳥も子犬もみんな友達であったのです。その父親は手間が取れても子供の気の向くままに任せて、ぼんやり立ち止まってそれを見守っていることもありました。なぜ人間はいつまでもこの子供の心を失わずにいられないものだろうか。なぜ年を取るにつれて悪い考えを持ったり、間違った考えを抱いたりするようになるものだろうか。ああ、自分もどうかしてもう一度何も世の中のことを知らなかった。そして何でも美しく見える子供の自分になりたいものだ。しかし流れた水がもう帰ってこないようになれるものではない。と父親は考えながら歩いていきました。すると不意に耳元で、もう一度お前は子供になれるから心配をするな、と言ったものがありました。父親は
はっと驚きました。誰がそれを言ったのだろうと、くるくると頭をあたりに回してみましたけれど、あたりには誰も歩いているものはなかったのです。また、誰も自分の胸の内で思っていることを知りうるはずはなかったのでありました。不思議なことがあるものだと思って、空を仰ぎますと、太陽が丸い顔をしてニコニコと笑っていました。今そう言ったのは太陽かと思いましたから。本当に私はもう一度子供に帰れるでしょうか。私は世の中の苦労をしました。私の頭からは無邪気ということがなくなってしまいました。私はどう考えましても木の葉や小石や石ころを友達とする気にはなれません。どうしてこの私が二度と子供になれるでありましょうか。と父親は言いました。もう一度お前を子供にしてやる。と太陽は言いました。父親はそれが自分の空想でないか知らん。いくら太陽だってそんなことを言いうるものではなかろう。それとも自分が死んで今度再びこの世界に生まれ変わってきた時を言うのではなかろうかと思いましたから、父親は太陽に向かって、本当のことでございますか。この世で死ぬまでにもう一度子供になれるでありましょうか。と尋ねました。そうだ。死ぬまでにもう一度子供にしてやる。と太陽は言いました。ああ、嬉しい。と父親は自分の子供を抱き上げて言いました。子供であることを嬉しいとは子供は思っていない。子供は真面目なんだ。子供の言うことをよく聞いてやれ。そして子供を大事にしなければならない。と太陽は言いました。この時は太陽も真面目になって、いつものように愛嬌よく笑っているようには見えませんでした。この時、父親はまだ年が若かったのであります。太陽がいつか言ったことを後には忘れてしまいました。言ったことの意味は思い出されても、なんで太陽がものを言うものか。あれはみんな自分が描いた空想に過ぎなかったと思ったでありましょう。そして、あの時の子供は大きくなりました。子供があの時の父親の年頃になった時は、もう子供には子供が生まれて、父親は年を取ってしまいました。父親に孫ができたわけであります。父親はだんだん年を取ってついにおじいさんになってしまいました。このおじいさんはいいおじいさんで優しく孫たちを可愛がりました。だから孫たちはおじいさんおじいさんと言って懐きました。しかしおじいさんはもう孫たちの面倒を見ることができなくなったほど年を取ってしまいました。するとおじいさんはいつとはなしにこの世の中でのうるさかったこと、面倒だったこと、心を悩ましたこと、また苦しかったこと、いろいろなことが忘れられてゆきました。おじいさんの目は子供の目のように美しく澄んできました。すると何でも目に映ったものは美しく見えました。おじいさんは道端に咲いているサザンカも菊の花もみんな心あって何か物語ろうとしているように見られたのです。おじいさんは杖を止めて腰を伸ばしてぼんやりとそれに見とれていました。小鳥が木の梢に来て鳴いていると、おじいさんはまた立ち止まってその鳴き声に聞き取れていました。ある日のこと、おじいさんは孫たちに手を引かれて歩いていました。おじいさん、ここは水たまりですよ。この板の上をトントンとお歩きなさいよ。と孫たちに教わって、おじいさんはその水たまりを歩いていました。おじいさんには何もかもこの世界が美しく、そして広く見られたのであります。太陽は大空から下を見ていました。そしてこのありさまを笑顔で眺めていました。昔、あのおじいさんは自分の子供をちょうどあのように手を引いて、この道を歩いていたことがあった。今は孫たちに手を引かれて、ああして歩いていく。どうかもう一度子供の自分になってみたい。と、あの自分に言っていた。そして、その時俺が、もう一度、お前を子供にしてやる。と言ったら、大変に喜んだものだ。
今あのように子供と同じである。こう太陽は考えると、下を歩いているおじいさんに向かって、30年も40年も昔に、もう一度子供になってみたいと言ったが、今お前はどんなに考えていると太陽は尋ねました。しかし、おじいさんは知らぬ顔でとぼとぼと歩いていました。おじいさんには太陽の言ったことがちょうど子供のようにわからなかったのであります。